どこにでもいる普通のサラリーマン。それが俺、国田源次だ。普通の学校に行き、普通の会社に入り、普通の人生を送っている。他の人と違うところがあるとすれば、幼い頃のあの出来事だろう。我が家の隣には祖父の代からヤクザの家があった。祖父はあまり気にしていなかったが、両親は俺に危ないからあの家には近寄るなと口酸っぱくなるほど言っていた。だけど俺はなぜかその家の娘に好意を寄せられて、物心つく頃には一番一緒に遊ぶ相手になっていたのだ。彼女の名前は後藤万里。後藤組の一人娘で跡継ぎと言われているらしい。万里は俺のことを源ちゃんと呼び、とても仲良くしてくれた。源ちゃん、こっちだよ。待ってよ、万里ちゃん。ヤクザの娘とは思えない普通の女の子だった。むしろとても可愛らしい子で、万里ちゃんから好意を寄せられるのは悪い気がしない。というか、俺も彼女のことが好きだった。しかしある日事件が起こってしまう。両親は俺と万里ちゃんが遊ぶのは半ば諦めていたようだったが、ある頃を境に再びあの家には近づくなと言われるようになる。なんでだろうと疑問に思ったけれど、詳しい事情は教えてもらえなかった。それもそのはず、ヤクザ同士の抗争が激しくなってきたから巻き込まれないように気をつけろなんて子供には言えないだろう。その日も俺は万里ちゃんと一緒にいつも通り遊んでいたのだが、見つけたぞ。このガキが後藤組の一人娘だ。連れて行け。突然怖い大人が現れて、万里ちゃんを無理やり連れ去ろうとしたのだ。源ちゃん。いつも勝ち気な万里ちゃんが恐怖に涙を浮かべている。それを見た瞬間、俺は血が沸騰して、怖い大人相手なのに掴みかかっていた。万里ちゃんを離せ。なんだこのガキ。怖い大人の腕や足に掴みかかり、無我夢中で殴りながら周りに大声で助けを求めた。誰か来て、助けて。この。まとわりつく俺を剥がそうと、大人の一人が腕を大きく振りかぶる。その勢いでブロック塀に頭を強く打ちつけてしまった。誰か来たぞ。仕方ない、ずらかれ。運よく俺の助けを聞いた別の大人が駆けつけてくれて、事なきを得たのだが。万里ちゃん、大丈夫？源ちゃん、頭から血が。俺は大丈夫だから。強がったものの、その直後、気絶してしまった。そして俺のこめかみには一生消えない傷ができる。病院に運ばれたけれど、その日のうちに帰れたし、傷に関しては男だから別に気にならないと思っていたのだが、翌日万里ちゃんと父親、後藤組の組長がうちへ謝罪しに来た。息子さんを傷物にした責任を取らせてください。え？万里ちゃんのセリフに驚く両親。すぐさま彼女の父親が娘の頭をひっぱたいて黙らせた。こいつのたわごとは聞かなかったことにしてください。しかし責任はちゃんと取らせていただきます。一般人を巻き込んだことを重く見たお隣さんは、俺たちに引っ越し資金を提供し、安全を確保することを申し出てくれたのだ。両親は少し悩んだけれど、これ以上俺が巻き込まれるのを避けるため引っ越しに同意。俺も万里ちゃんも泣いて反対したけれど、親が決めたことに子供が逆らうことはできず、俺たちは離れ離れになってしまった。引っ越し先はとてものどかな田舎町。ヤクザの抗争なんて縁のない町だったけれど、万里ちゃんがいない場所はとても退屈だ。そのままそこで成長した俺は無事に高校を卒業。田舎の会社に採用され、普通のサラリーマンとして暮らしている。
入った会社はとてもいい人ばかりだったけれど、上司の若宮さんはちょっと癖が強い。その理由は、女性と付き合いたいという気持ちが普通の人より強いのだ。黙っていればそこそこモテるだろうに、こんな調子なので彼女もできず。国田、頼む。合コンを企画してくれないか？え、俺がですか？もうお前しか頼めるやつがいないんだよ。わかりました。若宮さんにはお世話になってますしね。悪い人ではないのだけど、女性に対してこうやって前のめりなのがちょっとな、という感じだ。そして俺はなんとか人数を集めて合コン当日を迎える。若宮さんから、お前は命の恩人だ、と大げさにお礼を言われてしまったのを思い出し、思わず苦笑いがこぼれた。俺が入社してすぐの頃、とんでもない失敗をしてしまった。その時若宮さんが必死になって俺をかばってくれて、一緒に残業してくれたのだ。部下思いなところはかっこいいんだけど、と思いつつ、営業先から帰るために田舎駅に向かう。今日は大雪で電車がいつ運休するかわからなかったので、少し急ぎ足で向かっていたのだが、駅前の死角になっている場所に人が倒れていたのだ。しかもその人は普通の格好ではなく、いわゆるレディース風の服を着ていた。殴られたのだろうか、顔は腫れていて、元の顔がよくわからないレベルだ。ただごとではないと判断し、急いで警察と救急車を呼ぶ。その後若宮さんにも連絡した。すみません、今日は合コンに参加できそうにありません。お前が来てくれないと困るんだけど。申し訳ない。事情は明日説明します。おい、国田。救急車が来たので慌てて電話を切る。救急隊の人に事情を説明し、その後到着した警察にも同じように事情を説明する。詳しく話を聞きたいと言われたので、俺は警察官に連れられ警察署へ。解放されたのは日付が変わる頃で、スマホには若宮さんから嵐のような着信が残っていた。明日ちゃんと事情を話そう。その日はとにかく疲れていたので、シャワーも浴びずに寝てしまった。そして翌日、出社してすぐ若宮さんに謝罪しようとしたのだが、今まで見たことないくらい怒った顔を向けられた。お前のせいで昨日の合コンは中止になったんだぞ。俺、あの合コンにかけていたのに。申し訳なく思いながらも事情を説明する。若宮さんなら分かってくれると思っていたのだが、それは大変だっただろうけど、こっちだって大変だったんだよ。国田が来ないなら帰るって女の子全員に振られて。よほど大変だったのだろう。その後も若宮さんにぐちぐちと恨み節を吐かれる。今日はずっとこの調子だろうから、明日改めて謝ろう。そう思っていたのだが、タイミング悪くその日から仕事が立て込み、若宮さんとゆっくり話す時間が取れなかった。そのまま険悪ムードが続き、居心地の悪い日々が続く。おそらく若宮さんもどうすればいいのかわからないのだろう。口を開けば俺に対する罵倒の言葉ばかりだった。この忙しさが過ぎたらちゃんと話そう。そして月末になり、忙しさがピークを迎える。部下のフォローや上からの対応などに追われて、若宮さんはいつも以上にピリピリとした様子だ。この日に限って職場ではミスの連続で、その度に若宮さんが尻拭いに追われる。そしてとうとう俺もミスをしてしまった。何やってんだバカ。こんなミスするなんて。お前新入社員かよ。俺のミスで限界を迎えたらしい。怒りを爆発させ、俺を罵倒する。使えないやつだな。それはちょっと言い過ぎじゃないですか。はあ？使えないやつに使えないって言って何が悪いんだよ。
役立たずのお前をフォローするこっちの身にもなれ。その言葉にカチンときてしまうが、それ以上は何も言い返せない。ここで言い返しても火に油だし、ミスをした俺が悪いのはその通りだ。ちょっと何の騒ぎなの？俺が黙って若宮さんからの罵倒に耐えていると、本社から三谷社長が帰ってきた。他の社員が手短に事情を説明し、社長が苦笑いを浮かべながら俺たちの間に入る。国田くん、今後はミスをしないように気をつけてね。そして若宮くん、たった一つのミスでしつこく叱りすぎよ。でも社長、こいつって本当に役立たずで。あら、部下に向かってひどい言いざまね。パワハラになるわよ。それにこの子は、もしかしたらあなたより格上になるかもしれないわよ。は？すると社長の背後から見知らぬ女性が現れる。その人はパッと見でわかるくらいの高級な和服に身を包んでいて、あでやかな和服に負けないくらいの整った顔立ちをしていた。右頬になぜか大きい絆創膏を貼っているのが気になるが、とにかく目を引く美女がそこにいた。その顔を見て俺ははっと思い出した。あなたはもしかしてあの時の…そう、彼女の顔はあの時田舎駅で倒れていたレディースの人だ。あの時は顔がひどく腫れていたが、よくよく見れば面影がある。そして彼女はパッと顔を輝かせると、玄ちゃんと俺の名前を呼んだのだ。もちろん俺は名前を教えていないし、彼女とは初対面のはずだ。それにその名前で俺を呼ぶのは、この世でただ一人しかいない。和服美人の顔と昔の幼なじみの顔が重なる。万里ちゃん？俺が名前を呼ぶと、彼女、万里ちゃんは勢いよく俺に飛びついてきた。俺たち一家が引っ越した後、万里ちゃんの家は経営をまともな方向に転換させたらしい。子供を巻き込むようじゃ極道失格だ。そういった万里ちゃんのお父さんは意外にも商才があったようだ。現在は手広く事業を行っていて、万里ちゃんはそのうちの一つの会社を任されているらしい。しかしライバル会社にその筋の人間が紛れ込んでいたようで、万里ちゃんの会社は下道なやり方で嫌がらせを受けてしまう。これに怒った万里ちゃんは、やられた分だけ相手にやり返したそうだ。しかし相手も黙ってはいない。今度は万里ちゃんを狙って闇討ちをして、あの日駅前に倒れていたそうだ。レディースの格好をしていたのは？私ちょっと前までやんちゃしてたの。で、気合を入れるためにあの服着てたのよ。ちなみに総長だったわよ。そうなんだ。俺に助けられた万里ちゃんはその後すぐに回復。半端に手を出したのがいけなかったのね。今度は徹底的に潰すわ。その言葉通り徹底的にやり返した彼女は、心身だけでなく社会的にも相手を再起不能にしたらしい。そういえば彼女は昔俺をからかった男の子をボコボコにして、翌日には自分の手下にしていたな。ちなみに三谷社長とはとあるパーティーで出会い、お互い女性の会社経営者ということで気があったらしい。あの日私を助けてくれたでしょ。あの時一瞬だけ意識が戻ったの。そうだったんだ。何はともあれ無事でよかったよ。ねえ、これって運命だと思わない？え？するとこれ以上ないくらい万里ちゃんが距離を詰めてくる。離れ離れになった私たちが再会した。しかも普通じゃない再会の仕方でね。それは主に万里ちゃんが原因じゃ。やっぱりこれって運命よ。私たち結婚しましょう。は？わけがわからず思わず周りを見渡す。三谷社長と目が合うと、彼女は困った顔をして肩をすくめた。話の流れであなたの話題になったのよ。
もしかしたらずっと思い続けていた相手かもしれないから連れてってほしいと言われてね。で、まあこういう形になったわけで、万里ちゃんの電撃告白に俺と若宮さんの喧嘩はいつの間にか沈静化していた。結婚しましょうと興奮している万里ちゃんを横に、俺と若宮さんはお互い謝罪、思わぬ形で和解となったのだ。その後も俺は万里ちゃんからのアタックを受け続ける。毎日あの調子なので、さすがにちょっと疲れてしまい、若宮さんに相談したところ、いいこと教えてやる。お前があの美人と結婚すれば、すべて解決するぞ。ちくしょう、羨ましい悩みだな。いいからさっさと結婚しろ。と葉っぱをかけられ、俺から改めて万里ちゃんにプロポーズ。万里ちゃんは干からびるんじゃないかってくらい号泣して、そして喜びの笑顔を浮かべてくれた。ちなみに万里ちゃんは俺の両親に挨拶した時、あの時の約束を果たしに来ました。責任を取らせていただきます。と土下座して挨拶した。10年以上も一途に思い続けてくれた万里ちゃんの情熱に両親は乾杯。たくさんの人に祝福され、俺たちは新しい門出をすることになったのだ。どこにでもいるサラリーマン、それが俺だ。だけど今は最愛の人が隣にいてくれる。それだけで俺は世界一幸せな存在になれるのだ。